不動産屋さんの怪談です。今回のお話は東京で不動産会社にお勤めの仮名ですが中野さんという女性の方からいただいたお話です。物件や会社が特定されてしまう可能性があるので、具体的な地名は伏せてお話しさせていただきます。中野さんの勤める会社では数年前、東京H町の新築分譲マンションの販売を一手に引き受けていました。不動産は価格が高いため、銀行ローンや権利関係などなどいろんなハードルをクリアして初めて売買が成立します。そういった特殊な事情から取引が成立するには、その土地の持つ目に見えない何かの力が影響していると思うことがしばしばあります。これは中野さんがそれを感じた体験でした。さて、中野さんは勘の鋭い方でしたが、会社の同僚の中にも霊感が強い営業職の男性がいました。不動産業界にもたまにこういう方がいますね。その男性はこの新築分譲マンションの販売にあたり、最寄り駅の地下鉄 H 駅ホームがなぜか暗いと感じ、気にしていたそうです。その同僚の男性はきっと不動産の建っている土地が持つ霊的な力が営業成績に良くも悪くも影響すると感じていたのかもしれません。そこである時、その男性は中野さんにお願いというか、こんなアドバイスをしました。中野さん、今手がけている新築マンションの建っている H 町近辺の神社巡りをするといいですよ、とそう勧めたのです。そして有名な正門の首塚にもお参りするようにと言いました。中野さんはその男性の勘の鋭いところには一目置いていたので、何かあると思い、早速休みの日に日本橋七福神巡りをしました。もともと神社巡りが好きだった中野さんは、まずは人形町の小網神社を巡り、そして末広神社にも行ったそうです。そうして参拝が済んで、地下鉄 H 町駅に向かって歩いている時でした。中野さんは自分が歩く道路の前方に何か白いものがゆらゆらと動いているのに気がつきました。あれ、なんだろうと道の真ん中からまるで生えているかのようにうごめく白いものを不思議に思いました。中野さんは誘い込まれるように近づいてよく見ると、それは女性の白い腕で道路から生えていました。若い女性の肘から上の青白い腕が都会のアスファルトの地面から現れていたそうです。中野さんは息をのみ、自分の目を疑いました。でも辺りはまだ明るい時間帯で見間違いとかではありませんでした。紛れもなくか細い指がゆらゆらと揺れ動く女性の腕だったのです。中野さんは背筋に冷たいものを感じながら急いで地下鉄に乗って帰宅したそうです。家に着くまでは何事もなかったので少しほっとしました。勘の鋭い中野さんは不可思議なものを見るのは慣れていますが、帰宅してからも少し女性の腕が気になっていました。そして一息ついてから中野さんは台所に立って夕食の支度を始めました。そして何気なく自分が立っている床に視線を向けたそうです。すると、あっとなり、血の気が引いて中野さんは絶句しました。自分の足元の床から女性の腕が生えていたのです。それはさっき見た道路から生えていた肘から上の女性の腕でした。そしてその腕は中野さんの足首をつかもうとゆらゆら動いていたそうです。中野さんはぞっとしましたが、さっきの女性の腕が私についてきてしまったんだなと思いました。
その腕はしばらくずっとその場でゆらゆらとうごめいていると、だいぶ時間が経ってからやっと消えていきました。そこで少し安心した中野さんは気持ちを切り替えるためお風呂に入ったそうです。そして湯船に浸かってほっとして気が緩んだ時でした。突然その湯船の中から女性の青白い腕がニューッと再び現れたのです。中野さんは全身震え上がり風呂場から飛び出したそうです。その夜は中野さんは何とか心を落ち着かせてかろうじて寝ることだけはできました。ところが次の日、女性の腕は今度は中野さんの寝室の床から現れました。それからの数日間、女性の腕は中野さんの家の中に現れ続けたということでした。とにかく気がつかないふりをしていればいずれ消えていくだろうと思い、毎回見ないようにしていたそうです。ところがその腕はだんだん中野さんに「おいでおいで」と手招きをするようになっていきました。足をつかもうとしたり手招きをしたり、明らかに中野さんの気を引こうとしていました。さすがに中野さんは自分を誘い込もうとする腕には恐怖を感じ、自分がまずいことに巻き込まれていると感じました。でもこれは霊感の強い男性の同僚が言っていたように、マンションのある H 町周辺の土地柄に何か関係があると中野さんは思いました。というのも、中野さんが H 町周辺の神社巡りをしたら女性の腕が現れ始めたので、これは偶然ではないと思いました。そう考えると中野さんは少し冷静になり、この腕の主の女性は何かを訴えていて、この世の人間に助けを求めているのではと考えました。そこでその H 町の土地柄の謎を解くため、お参りに行った末広神社や H 町の歴史を調べてみることにしました。すると H 町はその昔吉原があった場所だと初めて知りました。それは明暦の大火の後に戦前の吉原の場所に移転されていたのです。中野さんがお参りした末広神社は、その昔は吉原の氏神様として信仰されていたことも分かりました。そして東京大空襲の際にもこの地は焼け野原になり、火にまつわる悲惨な歴史が2回も重なっている土地柄でもありました。ですから H 町はおそらく悲しい亡くなり方をした女性がたくさんいた地だと推測できました。中野さんは地面から現れた腕はおそらくさまよう遊女のもので、たまたま通りかかった中野さんに遊女の霊は救いを求め、亡くなられた遊女の人たちのためにお祈りをしてくださいというメッセージを託したのだと考えました。そこで中野さんは再び遊郭のあった場所以外の神社も含めていろいろな場所にある神社巡りを続け、遊女の人たちのために祈っていました。でもその間も中野さんが自宅に帰ると遊女の腕は見えていました。一向に消えることなくゆらゆらと誘い続けていました。それと同時に例の新築分譲マンションの販売センターの近くでも遊女の腕が地面から現れているのを見たそうです。中野さんは何とか遊女たちの霊を供養しようとお参りを続けていましたが、自分だけでは力不足だと分かりました。そこで遊女の気持ちを少しでも多く理解できるのは同じ女性かもしれないと思いました。そこで中野さんの勤める不動産会社の女性社員で H 町のマンションの販売に携わっている営業の人たちに末広神社で遊女の人たちのためにずっとお祈りをしてくださいと頼みました。すると営業の女性たちは快くほぼ毎日末広神社に通って祈ってくれたということでした。
彼女たちもやはりマンションの販売に携わることで、その土地に残る遊女などの目に見えない霊の影響は無視できないことを肌で感じているようでした。そうこうするうちに、ある時気がついたら、中野さんは遊女の腕を見ることがなくなっていました。もう自宅でも販売センターの近くでも遊女の腕は消え失せていました。そしてそれからでした。中野さんの勤める不動産会社では、H 町の新築分譲マンションの売り上げが突如予想を上回る好調になり、末広神社にお参りを続けてくれた営業の女性社員たちも多くの売買契約を取り付けることができたそうです。そして短期間でマンションはすべて完売になりました。これにはマンションの売り主の開発業者も驚き、目に見えない不思議な力が影響したと思わざるを得ませんでした。きっとマンションの土地に眠る遊女たちの霊が最後にお礼をしてくれたのかもしれませんね。これは皆さんが知っているかもしれない大手の不動産会社であった本当のお話です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。